こんにちは。今日はシンプルなベストを作っていきます。ストライプで丈を長くして作っていきます。なので、すっきりとしてスタイルがよく見えると思います。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのメランジトリコ。色はユーカリ。45g で81メートル。使用かぎ針の目安は8号。これを10号で編んでいきます。これで本体を編んで、最初の鎖だけ、この太い方の針を使っていこうかと思っています。なければこっちでゆったりと編んで、あれば太い方の針を使います。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。後ろ身ごろと前と、まずこの後ろ身ごろから編んでいきます。後ろ身ごろのサイズは横幅50センチ、縦は65センチ。これはお好みでもっと長くしても大丈夫です。模様がないので、お好きな数だけ鎖を編んで長くします。スタートするのはここから。作りたい長さまで鎖を編んで、そこから編んでいきます。まずこの鎖を編んでいきます。鎖の長さは、私は鎖を65センチになるまで編みました。この鎖を65編んでいきます。その時は最初の糸端を長めに残しておきます。後で脇を縫う時に使います。長めに残して途中からスタートします。この時はゆったりと編んでいきたいので、本体を編む針よりも太めの針を使って編んでいきます。なければこっちでゆったりと編んでいきます。鎖を編んでいきます。この鎖はかなりゆったりと編んでいきます。これがきついと歪んでしまうので、かなりゆったりと編んでいきます。このまま作りたい長さまで編んでいきます。鎖編みをしてきました。私はここではサンプルとして小さく作っていきます。1段目は細編み。針を細い方に変えます。細編みをしていきます。まず鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、かぎ針から1、2、細編み。次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は中長編みをしていきます。まず少し大きな鎖1つ。裏返します。鎖の根元の細編みに中長編み。この時は上から見て、この2本あるうちの向こう側の1本をすくいます。この細編みの向こう側の1本、これで中長編み。中長編みは絡めて、で向こう側1本で一度に引き抜いて中長編みで、かぎ針のすぐ下、この2本の糸にマーカーをつけます。次からも同じ向こう側の1本、
次も1本このまま端の手前まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。これが一番端の細編み。一番端の細編みは2本の糸の下、これで中長編み絡めて2本の糸の下、中長編み、ここまでは1本で、ここだけ2本。次は3段目、また少し大きな鎖1つ裏返します。根元の中長編みに中長編み、今度は2本の糸の下、普通の中長編みをします。絡めて2本の糸の下、これで普通の中長編みで、またかぎ針のすぐ下にマーカーで、次も2本の糸の下、このまま端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。一番端も2本の糸の下、で中長編み、これで3段目が終わりました。次は4段目、少し大きな鎖1つ裏返して、また1本の糸の下、2段目は1本、3段目は2本、4段目はまた1本。また同じ。この1本と2本とややこしく思われる場合には、この最初の糸端、これが右にある時には1本で、糸端がない時には2本と考えて編んでもらうと分かりやすいと思います。この4段目は同じように1本で編んでいきます。端まで来ました。端はまた2本の糸の下、ここに中長編み2本、これで4段目が終わりました。次は5段目、ここは糸端がないので2本の糸の下、このまま端まで編んでいきます。で、これを繰り返していきます。今編んでいるこれはこの部分、この長さは11段、長さは15センチぐらい。この部分を編んで、次にこの部分を編んでいきます。こう編んでいって、次にこの少し短くする部分、この部分を説明します。なのでこの分だけ繰り返して編んでいきます。私は11段15センチ、サイズの変更や違う糸で編んでいる場合にはこの長さを参考にしてもらって編んでいきます。ただここは奇数にすると次が編みやすくなります。できれば奇数にするといいかと思います。この部分を編んできました。長さ15センチ、11段。ここではちょっと短いんですが、これだけ編んだものとして次を見ていきます。それと、この最初の細編みが
表の方が表です。ややこしくならないようにマーカーをつけておくと便利だと思います。こっちが表、この細編みが表の方で、次にこれは今5段目で次の6段目で短くします。なのでもう一段だけ編んでいきます。鎖一つ編んで、今度は1本このまま端までではなくて、私はここで中長編み3つ減らします。なのでここまで編んでいきます。だいたい3センチ手前、端の手前まで来ました。ここでは3つ、ここが最後になります。端から1、2、3、4、ここが最後の中長編み。最後の中長編みは2本の糸の下。これからこの幅で編んでいきます。今度は2本の糸の下。このまま端まで編んで、ここでストップして戻っていきます。この幅で繰り返して編んでいきます。で、この部分がこの部分を編んでいきます。13段で19センチぐらい。サイズの変更や違う糸で編む場合もだいたいこれぐらいで、できれば奇数で編んでいくとこの部分が編みやすくなります。この部分を繰り返して編んでいきます。この部分を編んできました。私は13段、これが13段目と思ってもらって、この部分を編んでいきます。これは13段目の端の中長編み。端の中長編みは2本の糸の下に中長編み。次はここ鎖3つ、1、2、3、ゆったりと編みます。こっちと同じ数だけ、1、2、3、1、2、3で、この長さも同じぐらいになるようにします。で、ちょっと見やすいようにマーカーをつけてみます。1、2、3で、これを裏返して中長編みをしていきます。少し大きな鎖1つ、1つ戻って2つ目に中長編み。この中長編み1つ、次の鎖、2つ目、3つ目の鎖、ここは2本の糸の下に中長編み。で、次からまた中長編みの上に中長編み。こっちには糸端がないので2本の糸の下。このまま端まで中長編みをして、またこっちからは1本の下で中長編み。これを繰り返していきます。この部分、ここはこっちと同じ11段15センチぐらい。11段目が細編み1段。この部分も同じように11段編んできました。最後は細編みになっています。で、この糸端はこっちと同じく長めに残しています。
これで後ろ身ごろが出来上がりました。次は前身ごろを作っていきます。まずこちら側から、この部分はさっき編んだここと同じ、まず鎖65、だいたい65センチ、ここも同じ65センチ、同じように鎖を編んでここまで編んでいきます。こっちで見ると11段、12段目で斜めにしていきます。なので端から15番目にマーカーをつけます。こっちで見ると端から数えて15、私は小さなサイズで作っているので12345と数えて15番目、ここを15番目と思ってもらって、ここから斜めに編んでいきます。ここが11段目、12段目、斜めを作ります。今足元を見ると、ここに普通の中長編み、次はマーカーのついた中長編み、この2つで斜めにします。まず次は中長編みの途中、このまま次の中長編み、このマーカーのついているところ、このまま針を入れて糸を出して、この4本を一度に引き抜きます。これで斜めのライン。次は鎖1つ、もう1つ、これで鎖1に裏返します。でこの鎖の根元、ここに針を入れて糸を出して、次のこの中長編みに中長編みの途中絡めて、で今4本、これを一度に引き抜きます。これで斜めになりました。ここにマーカーをつけておきます。ここからは今までと同じ、ここには糸端がないので2本の糸の下、このまま端まで編んでいきます。またここで三角を作ります。さっきと全く同じです。今足元を見ると、ここに普通の中長編み、次にマーカーのついた中長編み、斜めのラインを作ります。ここには今までと同じ中長編みの途中、次はこのマーカーのついたところ、2本の糸の下、このままこれを一度に引き抜きます。これで斜め、次は鎖2つ裏返します。で鎖の根元に針を入れます。糸を出して、次の中長編みに中長編みの途中、これで4本一度に引き抜きます。でまたここから端まで編んでいきます。これを繰り返していきます。このまま編んでいって、この部分を7段、だいたい10センチ、ここまで編んでいって、最後の段は細編みにします。斜めの部分を6段編んできました。最後は7段目、7段目は細編み、鎖1つ、根元に細編みで、こっちは1本、
最後はここから糸を出して、次は鎖1、2、一度に引き抜いて2つが1つになりました。これが7段目終わりになります。で、糸を切ります。次は反対側を編んでいきます。次はこっちを編んでいきます。まず鎖を編んでこの向きに編んでいきます。この鎖の数は最後の細編みと同じ数。私は43、鎖43編んでだいたい43センチ。必要な数だけ鎖を編んで1段目は細編みをしていきます。この部分がこの部分と思ってもらって1段目の端を編んでいきます。これが最後の鎖。この鎖、最後は同じところにもう一つ細編み。これで一つの鎖に細編み2つ。次は中長編み。鎖2つ。1、2、裏返します。鎖の根元に中長編み。この2本の糸の下。で、中長編み。これで斜めのラインができました。次からまた中長編み。2本の糸の下。今まではこの糸端がここにあるときには1本の糸の下。これからはここからは糸端がここにあるときには2本の糸の下。今までと逆になっています。このまま端まで編んでいきます。端まで編んできました。また鎖1つ裏返して、ここに糸端がないんですが1本の糸の下。今までと逆になっています。このまま端まで編んでいきます。こっちまで3段目の端まで来ました。最後は鎖の1、2、ここに中長編み。上が2本になるようにします。次は4段目。さっきと同じ1、2、裏返して根元に中長編み。2本の糸の下。このまま端まで編んでいきます。これを繰り返して斜めのラインを作っていきます。7段目の端まで来ました。最後は鎖の1、2、これが最後の中長編み。次はこの部分7段編んで、ここから長くしていきます。この長さはここと同じなので、鎖を10個。ここからゆったりと鎖15、1、2、3、4、5、鎖を15編んできました。この長さは反対側とだいたい同じぐらいの長さにします。次から中長編み。鎖1つで裏返して、かぎ針から1、2、
中長編み、後ろ身ごろの時と同じです。このまま中長編みを続けて、このままこっちまで編んでいきます。往復を編んでいって、ここと同じ長さ、私は11段15センチ、最後は細編みにします。次は肩を縫い合わせます。縫い合わせるときには内側が表を内側にして角と角を合わせます。糸はこの幅の4倍ぐらいで、端から合わせていきます。ここは細編みがあって、この2本の糸の下、こっちも2本の糸の下、これを結んでおきます。次はここぐらい細編みの入っているところ、向こうも同じここぐらい、次から中長編み、だいたいこの中長編み2つに3箇所ぐらいで縫い合わせていきます。でここに3回ぐらい、これで端まで縫い合わせていきます。端まで来ました。最後はまた細編みの2本の糸の下、端はもう一度、あとは糸がほどけないように隠します。これでつながりました。反対側も同じように縫い合わせます。次は脇を縫っていきます。こっちが裾で、こっちが肩で、ここが袖ぐりになるところ、ここにマーカーをつけます。で、私はここから22センチで、この細編みの数を数えると22番目。22番目にマーカーをつけました。で、裾からマーカーのところまで縫っていきます。残していた糸端を使います。まず、角の細編みの下、この2本の糸の下、こっちの2本の糸の下、これでつなげます。で、もう一度同じところ、2本の糸の下、で、次からこの細編みと細編みの間に針を入れます。こことここの間、こっちも同じ。この端と次の細編みの間、一つ目と二つ目の間、こっちではなくてこっち側に針を入れます。
こっちも、こっちではなくてこっち側。で次はこっち。一つ目と二つ目の間。次はこっち側。1に2つ目と3つ目の間。こっちも2つ目と3つ目の間。次もこのままマーカーのところまで塗っていきます。最後は2回。あとはほどけないように糸端を隠します。次は袖ぐりの縁を編んでいきます。ここが脇の下に当たるところ。ここは縫い合わせてきたところ。この縫い合わせた糸の両隣。ここから始めます。で新しい糸。で、同じところ。鎖一つ。根元に針を入れます。同じところ。糸を出して、次のこの縫い合わせた糸のすぐ隣。これを一度に引き抜いて、細編みが一つ。マーカーをつけておきます。次から一つに一つの普通の細編み。まずここ。次もあまりきつくならないように一周します。一周編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。もう一周鎖一つ細編みをしていきます。で、ただ下の細編みの同じところ、ここに細編みをしていきます。次はここ。ここではなくて同じところ。一つ目にマーカーをつけて、次はここ。このまま一周します。全部一つに一つの細編み。戻ってきます。2周目を編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。糸を出して引き抜いて鎖一つを編むようにして、あとはこれを裏に出して糸端を隠します。これを裏に出して、あとは隠します。次は全体の縁を編んでいきます。こっちが袖で、ここは脇。ここは縫い合わせたところ。ここぐらいからスタートします。今、表が上になっています。新しい糸。袖の時と同じように細編みをしていきます。こっちと同じ。で、鎖一つ。細編み。次はここ。ここに細編みがあるので、細編みに一つ。次は中長編み。中長編み二つに細編み
3つぐらい、これぐらいの間隔で編んでいきます。また2つに3つぐらい、大体で大丈夫です。これぐらいの間隔でこの角まで編んでいきます。裾の角まで来ました。この角に細編み3つ。まず1つ目はここ、あと同じところに2つで、ここにもう1つ編んで、もう1つ分をここに編もうかと思います。これでこの角に3つ。次からこの胸の方、前身頃になっていきます。一つに一つの普通の細編み。このまま、この部分、斜めになるところまで編んでいきます。前身頃の斜めになっているところまで来ました。ここに細編み。次は、ここに細編み2つ。ここだと目立つので、ここに入れたいと思います。まず1つ目。同じところに2つ目。これで1つに2つ。次からこの斜めのライン。またこの中長編み2つに3つぐらい。大体の間隔で大丈夫です。1、2、ゆったりと編んでいきます。このまま肩を縫い合わせたここぐらいまで編んでいきます。肩の縫い合わせたところまで来ました。こっちは背中、こっちは前。で、ここが縫い合わせた糸。この手前まで編んできました。次は縫い合わせた糸の隣。ここに細編み。一つ目。次はここ。二つ目。ここら辺に三つ目があります。この三つ目とこの中長編み。ここで二つを一つにします。まずここから糸を出して、次はこの中長編み。ここが角になっているのでカーブにします。この中長編みの一度に引き抜いてカーブができました。次からまたこの中長編み2つに3つぐらい。今1つ編んだので次はここ。次はここぐらい。で、またこの2つに3つぐらい。このまま反対側の角まで。ここではまたこの縫い合わせたところから3つ目。こことここで2つを1つにします。こことここ。で、2つを1つにして、ずっと編んでいって、またここで斜めの部分。で、中長編み2つに3つぐらい。で、角では細編み2つ。で、ずっと裾まで編んでいって、裾の角では細編み3つ。で、裾をずっと編んでいきます。で、スタートしたところまで戻っていきます。一周編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。で、袖の時と同じく鎖一つ、根元に細編みをしていきます。大きな細編み一つ。次も同じ。
同じところに細編み。このまま一周します。でこの角も一つに一つずつ、それぞれ細編みをします。でこのカーブを作ったところ、ここが肩の縫い合わせたところ、ここは背中のところ、でここは2つを1つにしました。ここには細編み1つ、こことここの間ぐらい、次からまた1つに1つの細編み、これで反対側も同じ。2つを1つにしたところは細編み1つ。であとはまた1つに1つ。ずっと編んでいって、でスタートしたところまで戻ってきます。1つ目の細編みに引き抜いて、また糸始末をします。裏に出してほどけないように隠します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。裾は長めにしました。サイズはわかりました。上から下まで68センチ、横幅50センチ。でこの斜めの部分は30センチ。袖ぐりは22センチ。使った糸の重さは300グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。